カレーうどん大、味噌中、味噌きし、味噌中大。美味しい。何回も来たくなるって感じで。黒味とサバの混合でそれがちょっとよっとなこれがねすごいいいんだ。すごいこと味が出るもんで。
300人ぐらい来てくれるんで、スープが醤油と味噌とカレーとあるので、それなりにちょっとしっかり仕込まないと。これ佐々木商店さんっていうこの辺の結構有名な揚げ屋さんがいるんですけど、それで買って結構珍しいですよね。こうなんか分厚い感じのこういう中が結構しっかり詰まってるじゃないですか。もう本当に昔からずっとこれなんで。ここがオープンする前だったから、で23年か24年、すごい楽しみにはしとったんだけど、1代目から行けば67年で、2代目のうち今やっとるのが息子で3代目で、ここは今21、2年だと思うんだけど。おはようございます。お願いします。はい。ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。おじいちゃんが初代なんですけど、おじいちゃんの頃からもうずっとこの方がやめられるっていうか。
愛知県産の小麦粉で絹あかりです。うどんもきしめんも使います。冷麦も。そばが信州そばの南沢のそば粉です。お店で食べる中華と持ち帰りの中華では太さが違うというか、県庁県系って言ってぐるーっとなんですね、製麺所みたいなもんっていうことはないけど、もうお店もやりながら製麺っていうそういうの今はやってるのはホテル関係だけ。もともとは製麺屋さんなの。あ、そうなんですか。最初のスタートは稲屋製麺っていう名前からスタートしたんで、うちもまあ一応稲屋製麺うどんの稲屋っていう名前にしようと。名前変わったらメンスは製麺事業としてもやられるんですか？今からぼちぼち時代の流れで若者がどうしてもいろいろこうね切ったりするとこの端材がこう出てるんで、これを仕上げに入れる感じの。
もう今できますので1100円です。カレーうどん大、味噌中大。カレー中大、味噌中大、両方とも麺型でお願いします。カレーうどんないね。カレーうどんのカレーうどん。
うどん。お願いします。失礼します。味噌きしめん天ぷら卵。はいどうも。美味しい。何回も来たくなるって感じで、そうやっぱカレーが結構美味しくて、そうですか。ね。味噌汁2杯。ざる中おかわり味噌汁。ざる中。はい。計算。中華。カレー中。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。先頭の方で2名様です。味噌汁。エビだった。中華味玉入り。はい。中華。はい。中華。黒大。はい。
カレーそば大。皆さんにカレーそばの台です。カレーそば並です。カレーそば並こちらです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。奥に。フォークです。ミシュランの1個下のあれに乗ってる。カレーうどん大。美味しいです。どんね。カレーそばつく。きしめん大。はい。
天ぷら入ってるよ。わかりました。僕も食べてみたい。味噌うどん、味噌汁。味噌消しです。はい。はい、すいません、味噌きしです。はい、どうぞ。味噌きしです。はい。味噌汁。はい。味噌汁。ありがとうございます。そばころ。ざるそば特。カレーうどん大。はい。左から。はい、ありがとうございます。はい、すいません、きしめんです。ですか？ごめんなさいね。途中。はい、すいません。ごめんなさいね、真ん中失礼します。はい、
ガルダイよく取られるんですか？大好きで家族全員が今からお昼をお家でいただいてみようかなと思って購入いたしました。おうどん自体がすごくコシがございますし、それから出汁がしっかり取ってらっしゃるもんですから、すごく香りも良くて美味しくって、冬なんか体も温まって最高ですよ。カレーソース。そうですね、一緒に商売やってるから仲悪いと仕事やりづらいから。めっちゃうまいねこれ。最高っす。最高っすやっぱ。ごちそうさまです。美味しかったです。500円でこれを食べれる幸せは凄まじいです。どうぞ。はい、ごちそうさまです。車で1時間、2時間かけて。すごいですね。それだけの価値があります。あるね、あるね。40分ぐらいですね夜で。それぐらいここのラーメンが好きなの。そう。ゴミ捨てくる人もおるもんです。
ございます。ちょっと最後きついな。おはよう。おはようございます。おはようございます。よいしょ。よいしょ。スリタさん？うん、まあ大丈夫。おはよう。風が強いね。今日はゴルフじゃなかったの、ロッチャー。はい。名古屋コーチンを使うと変わりますか？ああ、違うね、やっぱね。だいぶ違いますよ。よっ。スープ中に入れるやつ。あ、そうなんですね。これがチャーシュー。これは逃げやつね。टेस्टिंग गराउँदा गराउँदा चरपटमा धरि टेस्टिङ लु म त चरपटमा कहिले
ちらこそ。ラーメン。そう見えるでしょ。あんま見たことないですね、中華スープで。多少はね。いらっしゃい。一つ。ありがとうございます。はい、お持ち。ごちそうさまです。どうぞ。はい、松田さん、どうぞ。どうぞ。ラーメン2つ、チャーシュー麺2つ。2つずつ。交渉の一環として解放される人質はあくまでも踏み切る考えを強調しました。来月10日に照ノ富士は先月の
ざーっとフライけど、まあ大体そこでいい、そこでいい、どこでもいいよ。あ、何します？チャーシュー。表示にせず、行政サービスを受けられる環境の構築を目指しているということで、今回の実験、伊藤成高市長は、先の記者会見で、テクノロジーの進展によって社会が大きく変わる中、市役所は変わりすぎていない。テクノロジーを活用して、スマートな実際を実現させたいと話しています。川崎などは来月3日の桃の節句を前に、岐阜県高山市でつるしびなの展示会が開かれています。この展示会は高山市のニューカバ文化ホールで開かれていて、不要になった着物の生地などを縫い合わせ綿を詰めて作ったおよそ500点のつるしびなが展示されています。 JA の女性部のメンバーが農家地に少しずつ作りためてきたものです。はい、もうちょっと風がちょっと寒いね。強いとで飛んでっちゃう。腰のリハビリ。ああ、だ。はい、どうぞ。はい、お待ちどうさま。見に来るんですか？いや、初めてです。あ、そうなんですね。はい。どうです？お味の方。いや、美味しいです。うん。美味しい。温まります。中入ってちょうだい、どうぞ。あ、私ずれましょうか。あれが今日初めて店開いたの。出くわしたで食べるわ。乗ってくださってありがとうね。ああ、大丈夫です。面白い。風が強い。お塩がピエ。飛んでく。飛んでくだろうね。大事な
お待ちどうさまです。はい、ありがとう。はい、お待ちどうさま。はい、どうぞ。ありがとうございます。いただきます。風強すぎ。本当風強いもんね。すごいですね。そっちで行かない。おお、すごい風。Basah.ああ、ありがとう。いただきます。いただきます。北海道で美味しそう。いろんな方から差し入れいただくんですね。いただいた人からもらう。はい、いらっしゃい。どうぞ。韓国からです。ユーチューバーさんがなんか美味しく食べた映像を見て
切ったんですけど、はい。今日初めてですか？初めてです。大丈夫？いいよ。はい、いい。はい。胡椒ある。こういう辛いの。はい、じゃあありがとう。本当にごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。YouTube 見たんでしょ。よいしょ。もっと3月で刻んでいるもの。いらっしゃい。何名様。4人。いいそこでも。待ってる。これ大丈夫。はいはい、大丈夫。はい。ラーメンの、チャーシューがたくさん。ラーメンはチャーシューは麺は同じ。チャーシューはチャーシューが多い。ラーメンはチャーシューが入ってます。あります。あります。これはちょっと多いだけ。ああ、はいはい。それだけ。叉烧面是叉烧比较多的。気象情報でした。気象予報士の吉井明子さんでした。美味しいですか？美味しいですか？美味しい。45分、50分ぐらいには、ミッドランドの横に来るから。横ってどっち？いただきます。めっちゃ美味しそう。ごちそうさまです。美味しかったです。同じだな、俺も。同じで。4つ。大盛りでいい？普通。大盛り3つと。はい。次が1つ。はい。お酒2つください。問題を受け、政治日程審査会の開催の在り方について与野党が協議しました。しかし、公開の時期をめぐって折り合いがつかず、引き続き協議することになりました。ごめんね、まず大盛り2つ。大盛り2つね。はい。ありがとう。します。思ってます。ここへ来るのはいいかも。はいはいはい。をめぐる問題を受けて、もうちょっと寒い格好してて。私は胡椒をかけるな。でも全部飛んでっちゃうだろうね。でもね。飛んでっちゃう。出た。風で。ほら全部飛んでっちゃう。いただきます。ちょっと割れた。
来られるんですか？うん。500円でこれを食べれる幸せは凄まじいです。週1ぐらいで来てます。僕は3、4回目ぐらい。まあ、500円だということを初めて知って、衝撃が走りました。美味しい。美味しい。いいんです。ありがとう。みたいな。紐みたいな。私がおごってます。1500円。はい、ありがとう。ありがとうごちそうさまでした。チャーシュー弁2つ目ですね。元国連大使はバイデン氏にトランプ氏が勝てるとは思えない。私は大統領を目指すが、地元の南部サウスカロライナ州の予備選挙で敗北した後です。これまでの全ての候補者へのトランプ氏敗北したAG氏はおよそ20ポイントの差をつけられましたが、選挙戦継続を表明しました。ところが25日、アメリカの主要メディアはヘイリー氏の選挙戦を支援してきた大口の献金団体が資金の提供を停止することを関係者に伝えたと報道しました。団体はこの先の候補者選びでどうぞ。はい、ごちそうさまです。どうも。よくできるとは思えないと言っているということです。団体はカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラというと、暴言や客が行う迷惑行為など麺がまず歯ごたえがあるとスープが美味しいですね。北陸は今夜から明日朝にかけて雪や雨で曇りのところが多いでしょう。最低気温東京5度、名古屋、輪島、新潟3度、金沢2度、おおむね平年並みでしょう。最高気温東京12度、名古屋11度、金沢、輪島7度、新潟6度。明日の曇りは風に吹きつけたそうです。全国の気象情報でした。もう一つ、地元の教育委員会によりますと、今日午後0時半過ぎ、時刻は7時半です。7時半になりました。続いてはエムラジオ全面的な情報から発信が申しました。美味しいですね。ありがとう。ラーメン2つ。ありがとう。から家の仕事を手伝っている夕方には乾燥サイトポンプを倉庫に入れなければならないのです。そんな化学表がですね、終戦後に旧ソビエト軍が侵攻してきてどうなったんでしょうか。旧ソビエト軍が来た時、川田さんは10歳でした。今ではかなりの人が自力で脱出したそうなんですが、韓国にわずかながら共存していた時期があったということですかね。でもその後川田さんの一家もふるさとの島を離れなければならなかったわけですよね。そうですね。川田さんの一家はそれから1ヶ月ほどして島を出ていたおじの船で本土の根室に引き上げること。はい、ごちそうさまです。すみません。はい、どうぞ。はい、どうぞ。これですよ、これ。寒さでしびれよな、これ。いいんちゃうかな。うまい。めっちゃうまいやん、これ。抜群にうまい、これは。美味しい。めっちゃうまいわ。
Jembatan air banyak di dalam jembatan berlebihan juga biasanya. Biasa公共のですね、栄のあ、そうです。ほら新しい店かな。 AKB の劇場あるじゃないですか。名古屋の横らしいです。新しい店なんだ。もう多分3年かな。ちょっと手前行ってこい。すぐ戻る。すぐ戻ります。はい。ここからいただいて。あ、どうぞ。ごちそうさまでした。こちらチャーシュー。はい。これラーメン。はい。はい。ごちそうさま。ごちそうさま。ごちそうさま。800円。ターリーチキンセット800円。これなんよ。これね。そうそうそう。四国は太平洋側はおおむね晴れる見込みです。瀬戸内側は晴れ間がありますが、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。雨が降る。昨日寒さはね、超えたけどね。まあでも形ちょっとやっぱ工事のため、明日の午前5時まで通行止めになっています。また圏央道の八王子ジャンクション東海北陸地方の状況です。新東名高速道路の上りは岡崎東インター付近で工事のため1キロ半の渋滞です。新名神高速道路の車の流れは順調です。日本道路交通情報センターの新野がお伝えしました。はい、ありがとう。はい、ありがとう。よいしょ。どうもありがとう。はい、ありがとう。またね。1100円。
はい、ありがとうございます。はい、お願いします。入れないけど、要はお店との関係がこういうのあるからちょっとだけ入れてもらえることになりました。はい、ありがとうございます。いただきます。今車に乗ってくるのが遊んでる。太鼓クラブの子たちは代金はいただいてないんですか？いただいてない。次1回だけね。みんな子供たち頑張ってるからいいよ。俺がおいでって言ったら。男だけのクラスで染まったか。はい、どうぞ、まず4つ。箸は後で持っていくから。箸後で持っていくから。もなことしか言ってないよ。お、胡椒待ってるって。胡椒待ってる。こっち来んな。ごめんね。胡椒こっち来んな。俺猫舌がだから食べる。楽しいね、売りの中で。どうした？美味しいですね。美味しい。いや、美味しいですね。カメラいじりするのお前。大将のラーメンどうですか？最高っす、やっぱ。めっちゃうまいっす。世界一美味しい。はい、置いて。危ないから。入って寒いから。月曜日は子供が来る。そっか。初めて見た。いいのここ。大丈夫？寒いな今日寒いよね。やばい。どうしたら鏡原が遠くから見えるんですよね。そうなんですか。鏡ヶ原来てたんですか。そう。車で1時間2時間かけて。すごいですね。すごいよ本当に。もうヤムヤムさんのラーメンを食べにってことですか。そうです。それだけの価値があります。あるね。ごちそうさまでした。ラーメン一つね。はい。はい、どうぞ、これ大盛り。はい、どうぞ。はい、お待ちどうさま。
ずーっと降ったもんね、1日降ったもんね、昨日。夜8時頃やんだから。本当に。はい、ありがとうね、ありがとう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 、おやすみなさい。弥富からだとどのぐらいかかるんですか？まあ今で多分40分ぐらいですね、夜で。それぐらいここのラーメンが好きなの。そう。あ、じゃあもう何回か来られてるんですね。俺4回目、僕も4回目ぐらいですけど、やっぱ癖になるんですね、ここ。あ、そうなんですね。雰囲気が。この腹が減ってなくても食べれるんだよ、このラーメンって。それが不思議。残したことねえもん。残したことない。カエル君のちょっと行ったらあれだな。値段下がるかなと思って。ああ。そんな、いえ、何も言っておらへんです。どっか行ったらね。ああ、そういうこと。男子も。一般人やることで高い。そう。いや、そんな趣味でやってる人は考えな。もう今やってんの？もう今やってねえや。そう。旅館かなんかもなんか契約でやってないじゃんとかどっか。知らんけど決まって放流してなきゃ、そのおらんって言ってたもん。放流か。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ごちそうさま。これが突き出しで使っとる種スープっていうの。若鶏の血全部鶏。多分サブスープは全部ほとんど鶏主体の。何キロぐらい？120、30キロ、ガラだけで、こっちは別として。今日10で大体何キロぐらいだ？これで1日25キロとかですよ。ハンマーで叩く理由ってあるんですか？いろいろ試したんですけど、やっぱうち営業時間が短いもんで、この髄からうまみが出るんですけど、このランダムに出た方がやっぱ美味しいのかな。
から何倍か足してメインの柄を移して新しい柄を入れるんですけど、やっぱ暇やと水が減らないじゃないですか。家系なんか他のラーメンではあんまり言わないですけど、スープを回すっていうんですけど、スープが回らない状態、濃度ばっか出てきちゃう。で濃度が出てくるとやっぱこの醤油とタレとのバランスが悪くなっちゃう。そこが難しいです。だからお客さんが来ないとこういう作り方は美味しくならないです。豚と鶏の比率、あとスープの濃度、あとこの醤油とのタレとのバランス、だから全部が噛み合った時に美味しくなる。営業中それが何回あるかってなる。これ鶏ガラです。凍ったやつを入れて鶏油と分離させる、油を分離させてここの上澄みを取る。こうすると油と水が分離してくる。ご飯どんぐらい炊くんですか？これで24合を4回炊くんで96合、10升ぐらいですかね。あ、いる。やっぱ脂身はちょっと捨てますね。部位があるんで、外もも、内もも、新玉ってバラバラに入ってくるもんで、同じ釜で焼くと火加減が、火の入り方が変わってくるので、なるべく均等になるように。釜によって癖があるんで、どこが火強かったりとかあるので、そこら辺ちょっと考慮しながら吊るしていく。家系始めようと思ったんです。自分で独立するとしたら、やっぱ自己資金もそんな多くないし、そこから家系にはまって、最初はやっぱ抵抗がありますよね。
これはラーメンだれですね。ここにチャーシューをつけて、これも継ぎ出しで使っているタレです。これはまぶし用です。チャーシューまぶし丼とかミニ丼とか用のチャーシュー。大体何食分ぐらい？これで1日ちょっとぐらいです。
牛天さんの初霜です。どういう感じで他とは違うとかってありますか？一個一個の米がなんかしっかりしてますね。結局炊き方で決まると思うんですけど、水分量やっぱ自分硬い米が好きなんで。家系はレシピっていうより感覚的な要素が大きいもので、作り手によって全然変わるし、毎日同じ味が出るわけじゃないし、時間によって味も違うし、好きな時間帯に合わせてお客さんも来てくれるし、未だに勉強です。けど弱すぎると後半弱くなる。
チでお待ちください。今日は卵の気分です。こんにちは。で、前テーブル席どうぞ。上昇ではい、お待ちください。失礼します。ラーメン行きます。どうぞ。どうぞ。はい。お次のお客様、食券がありましたら、外のベンチにお待ちください。入り口側ですね、ちょうどお願いします。はい、柔らかめの方、お待ちください。お待たせしました。こちらにでも普通です。ごゆっくりどうぞ。カフェ。失礼します。お待たせしました。ラーメンにしますよ。はい、生め多めです。ごゆっくりどうぞ。お預かりします。はい、順番にお作りします。お待ちください。前から失礼します。ライスです。ラーメンお待ちください。はい、固めの方から出ます。薄めの方お待ちください。お待たせしました。ビールをセット固めです。はい、どうぞ。それ入れます。
ラーメン柔らかめです。どうぞ。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございました。はい、お待ちください。稲葉屋さんって結構よく来られるんですか？初めてで。どうですか、初めては。いや、いい意味で醤油が全面に来ないというか、旨味が最初に来る家系って初めてに近いぐらいすごいうまいです。はい、お願いします。はい、ご丁寧にどうも。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。ライスセットグッズです。はい。どうぞ。後ろから失礼します。ありがとうございます。秋玉ラーメンです。どうぞ。好みどうされますか？片目味です。5番。はい、またお願いします。どうも。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。次でが
はい、おでんどうも。あ、どうも、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お待たせしました。ラーメン中辛固めこ入りホールソースです。どうぞ。今度は新しいなこれ。このラーメン柔らかめのありがとうございます。4名さんカウンターでもよろしいですか。よろしいです。じゃあちょっとお待ちください。ありがとう。すみません、おそれ入ります。来ましたミニ丼です。ミニ丼とライスでラーメンお待ちください。はい、どうぞ。ミニ丼セット固め濃いめほうれん草味玉のせです。失礼します。どうぞ。お待たせしました。ミニ丼セット濃いめ多めです。失礼します。お待たせしました。特製ラーメン濃いめ多めです。ごゆっくりどうぞ。美味しかった。美味しいです。美味しいですね。めっちゃくちゃうまいです。よく来られるんですか。いや、初めてです。三重から来ましたね。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。スープ調整します。少々お時間ください。ありがとうございます。ありがとうございます。
にちは。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、順番にお出しします。温かいうちにどうぞ。柔らかめの方お待ちください。お待たせしました。ラーメン中盛り柔らかめです。ラーメンとご飯。よく来られるんですか？今日初めて。たまに好きです。好きです。順番にお作りします。お待ちください。お待たせしました。ラーメン固めです。ミニノンスープ固めです。はい、どうぞ。ラーメン全部です。はい、どうぞ。お待たせしました。ラーメンはい、どうぞ。どうぞ。おいしい。美味しい。ミニノンセット全部です。ゆっくりどうぞ。お待たせしました。ライスセット全部普通です。はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。
宮林さんには月何回ぐらい来られるんですか？っていうか週4号ぐらいですかね。宮林さんの魅力って何ですかね？スープがすっきりしとるのに肉のうまみが奥深くって、で最後までスープ飲み切っても胃に来ない、くどくない、食べやすいのが魅力だと思います。おすすめの食べ方とかありますか？とにかくニンニクとトンバージャンをスープに入れずにレンゲの上で作ってスープを壊さんように食べるのがいいと思います。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。鳥がない。あ、辛。ありがとうございます。来週月火で大丈夫です。お待たせしました。2丼セット中盛り固め濃いめ多めです。お待たせしました。2丼セットお待たせしました。下間ラーメン油付きの方のはい、どうも、ご清聴どうも。ありがとうございます。固め濃いめ作って、固め作って。お待たせしました。特製ラーメン普通です。お
当日の人が連れてこない。ちょっと待って。どこしていやー、一番なんですよね。最近やっぱ昼の営業が終わったら一回抜いちゃう。そうです、全部捨てちゃう。家系で全抜きっていう作業です。入れっぱなしだと骨っぽさが出てきちゃうんで、こうやって抜いて一回きれいにして。でもこれでもやっぱ朝から炊いてるんで、朝と夜とはちょっと味変わってきますよね。本当に言うとどんな違いがあります？やっぱ若干豚骨が強いスタートになりますよね。特化って言っても骨もあるし、ちょっと肉のカスとかもやっぱ出てくるし、朝は完全に分離した状態から始まるじゃないですか。正解がないんで終わりがないです。
味もそうなんですけど、天ぷらがうち結構多いので、かき揚げとかをどうこう形にするかとか、丸くするかとか、そういうのが一番難しかったですね。つゆの色結構関東寄りというか。あ、そうなんですよ。関東なんですよ。どっちかといったら関東系のつゆですね、こっちは。
天ぷらの揚げ方とかってどっかで勉強したんですか？そうですね、勉強しましたね。準備期間中に蕎麦屋さんとかうどん屋さんにバイト行ってみたいな、そこでもうひたすら揚げさせてもらって、独学でまあやった感じですかね。どういったお客さんが多いんですか？ホストの人だったりとか、あとまあ飲み終わりの人とか、あとまあバーとかの店員さんだったりとか。あ、本当。ちょっとはい、お待たせしました。冷やしうどん大のちくわ店ですね。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。コロッケは別の方がいいですか？いや、一緒に入れていい？一緒に入れていいですか？はい。はい、お待たせしました。かけそばコロッケ山菜野菜です。はい。いただきます。はい、どうぞ。よく来られるんですか、ガリアさんは。
ここはオープンした時からずっと来てますね。今日ちょっと仕事が一段落してシャワー浴びてまだご飯食べてなかったんで、今日そばでトッピングがその時の気分でいろんな具材をチョイスして食べれるっていうのがいいんじゃないかなと思うね。はい、よし君ありがとう。ありがとうございます。頑張ってよ。ありがとうございます。はい。天ぷらで人気なのって何ですか？人気ですか？人気なのはかき揚げメインでやってるんで、舞茸、ナス、あと紅生姜、春菊、この辺りが人気で、あと鶏天だったりエビ天は人気です。はい、お待たせしました。冷やしそばの鶏天です。はい。お待たせしました。かけうどんのちくわ天です。はい、いらっしゃいませ。はい、お待たせしました。冷やしそばの春菊です。はい、お待たせしました。かけそばの大です。はい、お待たせしました。冷やしそばの大です。はい、お待たせしました。かけそばですね。単品です。いや、マジありがとう。ごめん。美味しい。しみるわ。今まで仕事あったんですか？飲んで、でも締めで。どうですか、味？美味しい。めっちゃうまいです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。きつねうどんです。はい、どうぞ。
何帰りなんですか今日？何帰り？まだ今なんかイベントの途中で DJ この後やるんですけど、なんかその途中ですね。一旦中抜けして飯食っていこうと思って感じですね。そういう時に来てます大体。なんですかね、お酒飲んだ時とかにめっちゃちょうどいいなと思って、うどんの硬さとかも好きで来てますね。俺ナスにするわ。はい、お待たせしました。冷やしそばの山菜ですね。はい、どうぞ。ここ言って後でもらっても冷やしそばにネギトロご飯に入ります。山芋って出したんだっけ？山芋まだです。来ました。かけそばのとろろになります。かけそばのとろろになりますね。はい、お願いします。はい。はい、お待たせしました。かけそばのゲソになります。かけそばのゲソですね。お待たせしました。やばい、うまい。うまいよ。チキンだ。レイレイの。あれ、あいよ。レイレイの。ちくわもらえますか？お待たせしました。かけうどんの野菜かき揚げのお客様。いただきます。もう一つかけうどんの野菜になります。コロッケのお客様。お待たせしました。かけそばになります。一味七味横に置いてありますので、入ったらお伝えください。
はい、お待たせしました。冷やしうどんになります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お客さんに可愛がってもらってるんで。お世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。お二人はあれです、高校の時はもうずっと友達だったんですか？ずっとそうです。でいつかは二人でお店やろうかみたいなっていう話してて、学生の頃ならなんか出現しました映画ってちょっと朝の8時までやってるんで。頑張れるかも。はい、お待たせしました。かけうどんの大です。違う、そば。焼きアビのにしようか。あ、違う。こいつマジで。まいたけ、ネギトロご飯、肉、あと中華丼、かけうどん、明太子ご飯、しらすご飯。はい、お待たせしました。かけうどんの大ゲソ、まいたけ、ネギトロ、肉のお客様ですね。はい、お待たせしました。追加で揚げるの。かけそば単品のお客様ですね。お客様。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。かけそばの大、ナスとゲソですね。取りてください。はい、かけうどん大の鶏天ですね。はい、どうぞ。はい、お待たせしました。かけそばのエビ天でお持ちのお客様。はい、お待たせしました。かけうどん大ねぎ増しエビ天野菜です。これ大の。
多いよ。忙しそうや。夜勤だった。今日はじゃあ。そうそれなのに。飯食いに来た。だってな先週来たばっかりやもんな。そうですね。はい。はい、いらっしゃいませ。かけそばを。はい。かけそば一つで。あったかいの冷たいの。はい、冷やしそばをお待たせしました。はい、ありがとうございます。いただきます。お願いします。すみません。なんかバリうまい。バリうまいんじゃん。何この筑天、めっちゃうまそうだな。私もうショータイム終わったけど大丈夫。そうなん。ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。まだね、ありがとうございます。また。これがお前ね、もっと普段綺麗なんだけど。ちょっとシャンパンでギュウギュウ。行ってくるわ、イベント。はい、頑張ってきてください。ありがとうございます。ない。お願いしますお待たせしました。かけうどんとろろ昆布です。はい。はい。はい、お待たせしました。はい。四川麻婆丼と舞茸と鶏天です。ありがとうございます。うん。まあ。最近だったあ、だからここでやって。ここでやって。あ、うど
どん食べたい。うどんね。ちょっとヒールじゃないんですけど。ずっとテキーラしか飲んでないから。あー、辛いっすね。はい、お待たせしました。冷やしうどんとちくわ天です。ほんまにやだ、日本語のことがすごい。注目度が手研ぎですか？手で研いでんの？ああ、よさは。美味しかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お待たせしました。かけそば、エビ小柱、とろろ昆布です。うん。よく来られるんですか？はい。もう飲み分けはよくここに来ます。そばですよね。僕は。うどんも美味しいよ。美味しいよ。うん。あとね、ちり天が大きいんですよ。マジで。これね。お待たせしました。カツカレーのお客様。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。かけそば大のお客様ですね。今1個出した。出した。はい、お待たせしました。かけうどんのエビ天です。はい、お待たせしました。かけそばのエビ天です。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。どっちにする？これさ、かけそばのさ、冷たいのもいい。右にネギトロご飯食べたいな。お願いします。あ、ネギ抜いてほしいです。ネギ抜いて。両方。はい、お願いします。OK。
はい、お待たせしました。かけそば台ゲストへ美店のお客様。はい、お待たせしました。かけそば台舞茸エビネギ増し紅生姜です。はい、お待たせしました。かけうどんの紅生姜エビ天筑店です。同期の仲いいことが同期の冷やしうどんとネギとろご飯のお客様。スピードが最初はめっちゃ難しかったかなっていう。この時間にかき揚げ上げてるところがってないんで、それが一番のこだわりっていうか、将来的にはもっとここの立ち食いを名古屋に増やして、名古屋といったら当たりや立ち食いそばっていうのを目指して頑張ってます。仕込みは何があるんですか？スープ作ったり、チャーシュー作ったり、野菜切ったり、餃子握ったり、まあ今日はそんなとこかな。営業時間は5時から11時半まで。早い時間から仕込みされるんですよ。量が半端じゃないんで、仕込みの量が。玉ねぎを20キロ。すいません、以上です。お願いします。もやしそばとかネギ頭とか、あとラーメンとか。鶏ガラと豚骨を少々。ピーマンもかなりの量ですね。チンジャオロースが結構出るんで、昨日もこの量のチンジャオロースが全て出ちゃったって感じだったもんで。1日でですか？そう6個ぐらい入ってるんだけど、それを10パック。じゃあもう60個ほどが1日で出るんですね。昨日は出ちゃったね。毎日じゃない。夜営業だけでそれだけですごいですね。おかげさまでなんとか夜だけで、やっていけるというのはありがたい。昼中やったらとてもじゃないけど息取れない。最後に切ったやつは酢豚とか八宝菜とかあっちに使う。
ニラ炒めとか中華飯とか五目焼きそばとか。はい、どうも、ご苦労様です。お願いします。何屋さんですか？これは麺屋さん。一応先代が決めたとこなんだけど、そうなんですそれからのずっと付き合いで。ご主人は2代目になるんですか？これ3代目に。3代目なんですね。大体1日でこれが3ボールぐらい出るのかな。いや、そんなに出るんですか？ネギラーメンとかネギ頭っていうのはつまみなんだけど、ネギとチャーシューを絡めたものなんだけど、あとチャーシュー飯か3種類の料理で大体使い切っちゃう。何が一番人気ですか？もうネギ頭だね。ネギ頭は必ずおつまみで皆さん取られるので。ゴミの時間早いなと思ってたんですけど、これが理由なんですね。これ切るのがね、一番大変なんで、一番嫌なんで一番嫌でも一番出てくれるんでね、頭下げて切らなきゃいけないんだけど厨房かなり綺麗じゃないですか。こうピカピカに。綺麗かな。そう、はい。本当に今忙しくて手がかけれてないんですよ、掃除に。そうなんです。中は一応綺麗にはしてるんだけど、引き継がれてるって感じなんですかね。まあそうだね。先代がそういう方だったんで、そこは変えれないよね。まあそうやって自分も教えられてきたしね。僕は4月のやってない。従業員でやってきて。もう辞めるからやらないかっていう話を聞いて、継いでるんだけど。そうなんですね。何年ぐらい前になるんですか？もう何年前だろう。13、4年前かな。僕が40の時に受け継いだで。今先代はご健在なんですか？全然元気で、現役でもいけるんじゃないって感じましたそうなんです。
斜めに包丁を入れるのはどうしてなんですか？まあ早く火が通るように薄くっていうことで、これは何肉なんですか？これは豚バラになります。酢豚とか、あと料理用のお肉とか、あともうこの辺はチャーシューなんだけど、溶き卵、チャーハンとかニラ玉炒めとか使う卵とか。唐揚げとは違うんですね。うん、唐揚げ。あ、唐揚げなんですか。うん、骨付き。骨付きの唐揚げ。これ何作ってるんですか？これはね、塩ニンニクなんだけど、チャーハン専用のお塩。塩ニンニクって僕初めて聞きました。あ、そうかな。ね、よくみんなニンニクチャーハンってニンニク入れてるんだけど、最初から入れることによってそれほどニンニクも感じないし、かといって塩だけでは物足りないから。
エビチリとかエビ炒め、あとエビの天ぷらか。エビ炒めの場合は殻ごといって、エビチリの場合は殻を剥くんだけど、からお二人様ですね。はい、お待ちしております。ありがとう。ご予約たくさん入るんですか？今日はでも少ない方かな。まだテーブルが空いてるんで。予約で埋まる日とかも。もう予約でカウンターまで埋まる時もあるかな。どれぐらい作られるんですか？今日はもうこれに2、3枚包むだけ。もう夕べから包んでるから、1枚で10人前。10人前。1人前8個。だから80個か。少し小ぶりな感じです。一口餃子でやってる。薄皮で一口餃子。1日に7、8枚は握るんで、だから昼中に2時間もかけると切り物ができないんで、店終わった後2、3時間ぐらいかけてやる時があるかな、仕込みする時が。閉店した後もそうだいたい今だと3時ぐらいまで店に行く。肩こったり体痛くなったりしないですか？休みの日は大変。足がつりまくったり、肩こり、あと腕が痛かったり、年々それがひどくなる。
ご案内できますか？はい、よろしいですか？じゃあお邪魔します。いただきます。ありがとう。冷ややっこまで作ってくれるんですよ。でもテツさん心配なの俺。大丈夫、絶対なりません。ここは全部美味しいですね。
ネギ頭、油淋鶏お願いします。僕は油淋鶏。油淋鶏が一番うまくて、骨までついてて、しっかりなんか唐揚げで出てきても嬉しいぐらいのサイズだよね。あ、どうもごちそうさま。お
ゲームボールが見た。その名前はピンクだから。焼き餃子、揚げ餃子、ソースバイト、チャーハンお願いします。美味しいです。最高です。私ここで酢豚初めて食べる。大体同じものしか食べないんで、だから一人で来るから二人で来たらいろんなもの食べる。大体もうネギ頭、チャーハン、餃子。はい、揚げです。いいな。大きいな。
もお疲れ様です。ありがとうございます。川島焼き餃子にネギ頭2大炒めお願いします。
田さん。しまいでここから僕の仕事すごい綺麗に最後までされてるんですね。やめてやめてとてもじゃないけどもう綺麗とは思えん。自分でも前はねほんとまめによく掃除しとったんだけど、もう今ひっきりなしのお客さん見えるもんだからもうやる暇がなくて、自分一人でやろうかという思っとっても自分も仕込みがあるし本当に時間が取れなくて、休みの日も、ね、出てきて仕込みと仕入れやるんだけど、やっぱり体がくたくただわねなかなか掃除どころじゃないんだもんな。ここからは何を仕込むんですか？今から明日のスープの素を作って、明日とにかく切り物がまた結構あるものだから餃子だけは包んで終わらしある程度終わらしとかないと、もう餃子と切り物ってとてもじゃないけど間に合わないんですから。この粉は室っぽ。
どういう特徴があるとかあるんですか？うちはね、玉ねぎを使ってる。普通キャベツとか白菜を使うんだけど、名古屋では一番最初に玉ねぎを使った餃子を先代のお父さんが考えたらしくて、それが受けちゃったの。薄皮にしたのも先代のお父さんが最初みたいで、今はこうやってね業者が薄く作ってきてくれるんだけど、昔は業者が持ってきた餃子の皮を棒で伸ばして薄くして、で箱を切ってそれから包んだっていう話、気が遠くなるような話だけどね。本当ですね。先代から引き継いだきっかけとかあったんですか？もともと長く従業員で20年一緒にやってきたのかな。でまあね、僕もお店一人で出すのに自分で出すのは大変だし、先代は先代でやっぱり跡取りがいなかったもんだから娘さんだったもんで、もしよかったら譲るからって言われて、譲るんだったら別に自分マイナスにならないじゃない。そうですね。失敗したって、でまあやってみようかっていうふうに言って、まあそれなりにお客さんもついてたしね。もう一つミンチを 400g、 骨を5本、骨付きバラ1枚、もも一つ、ミンチを4。ですよ。お疲れ様でした。ご苦労さんね、遅くまで。ありがとう。ありがとうございました。いえ、こちらこそ。じゃあね、お疲れさん。